よし、パート13やっていきましょう。今回は冒険会ということでね、前回お話しした通り冒険に行きたいと思います。はい、冒険に行くためにはまず地図が必要ということで、地図を作ります。地図を作るのにね、製図家という職業があるので、製図家の住むお家を作ろうと思います。でね、こう村を解体したんでね、ちょっとカシの木の階段があまりに余ってるので、今回は、カシの木の階段を使った、家を作っていきたいなと思います。まずはね、いつも通り、丸石で基礎を作ってから建てていきたいと思います。はい、なんとなくね、木組みを建てるとこだけ丸石を引きました。で、今回はですね、結構大通りをちょっと作ろうかなと思っていて、通りに面したところは、カシの木のハーフで、入り口を作ろうかなと思ってます。なのでね、ちょっと壁が少ない建物になるかなと思うんで、壁を作るところには丸石で基礎を作って、あれですね、壁を作らないところにはカシの木のハーフを引いていきます。こんな感じですかね。そしたら、いつも通り骨組みを作っていきたいと思います。骨組みはいつも通りですね、本当に何ら変わりのない高さ4の骨組みを組み立てていきたいなと思います。はい、これで骨組みできましたね。形も今回はシンプルに長方形の建物になります。はい、こんな感じで特段何か言うこともなく骨組みの完成ですね。そしたら、地下も作らないんでね、カシの木のハーフで床を引いていきたいと思います。ここも特筆することは何もなく引いていきます。はい、床敷き終わりましたね。カシの木一面で、何の変哲もない床ですね。光源は仕込んでありますけど、いつも通りかなって感じですかね。はい、そしたら屋根を作っていきます。カシの木を使うんですが、今回外枠は丸石の階段で囲っていきたいと思います。丸石の階段を使うのはおそらく初めてかなと思うんですけど、結構ね、石のブロックもいい雰囲気が出るんでね、今回丸石を使って、外枠を作っていきたいなと思います。とはいえ作り方はいつも通り脇から寄せていく感じですね。そんな感じで、作っていきます。で、ちょっとね、枠を先に今回は作りたいと思います。はい、そしたらね、カシの木をたーっと引いていっちゃいたいと思います。はい、もうここも特筆することはないんで、はい、引いていきます。はい、屋根完成ですね。普通の切り妻屋根ですね。やっぱりこの骨組みできたぐらいが一番、この建物としてはね、ちょっと魅力的ですよね。はい、というわけで、骨組みとね、屋根できたので、今度壁を作っていきたいなと思います。で、さっき、そうですね、作り始めの時にも話したんですけど、壁が少ない建物になると思うんでね、壁があるとこだけさーっと埋めていきたいと思います。
ここもね、最近流行りの階段で作っていきます。はい、壁完成ですね。もう海側っていうか、川側の一面だけ作りました。で、壁もね、もう終わったので、内装に行きたいと思います。今回ね、製図家の家ということで、一応地図を売ったりするためのカウンターを作って、2階にね、今回、家を、住む場所をね、作っていきたいなと思います。はい、他の家と同じようにね、ここにも村人さんに住んでいただこうと思ってます。製図家さんですね。なので、製図家さんが寝泊まりできる場所を2階に作っていきます。この階段の形も初めてですかね。折り返し階段に今回はしてみました。はい。で、2階部分は、あっさり多分、あれですね、床を引いて終わると思うんですけど、この、窓の部分、人が住むんでね、窓を作ってあげたいんですけど、これぐらい今回間口が広い家なので、窓は柵でいきましょうかね。はい、間仕切りが結構できたので、窓をはめて、居住部分をね、先に仕上げていきたいなと思います。早速、窓を埋めていきましょうかね。はい。そうですね。やっぱ、屋根から出てる窓は、ガラスよりも柵の方が合いますね。あと、居住部分なんでね、ちょっと広いんで、ここを埋めちゃいたいなと思います。はい。結構ね、広いと難しいんでね。はい。1階部分は、あれですね、お店に来た人たちが、ちょっと待てるようなね、ベンチかなんかを置きたいと思うんで、緑で装飾していきます。で、あとはあれですね、村人さんに働いてもらうので、いつも通りゲートを使って、外に出れないようにね、ちょっとだけ狭くしてます。これで出れないかな。はい、お店部分も完成ですかね。はい、ちょっとね、地図を置く場所とかも作って、これで、建屋の部分は完成でいいですかね。はい。そしたら、大事な製図家さんが働くための製図台を作りたいと思います。とはいえ、あれですね、一回、マグマダイブですね、したときに、一個作ってるんでね、もう一個だけ作っていきたいなと思います。作り方もその時紹介したんですけど、今回もあえてね、紙と木材で製図台作ります。はい。で、そしたらもう一個、確かチェストに入ってるはずなんで、製図台と、あと今回は青いベッドを用意しました。なので、青いベッドと製図台を持って、設置しに行きましょう。ちょっとね、低いですけど、周りができてくるとまた、もうちょっとね、なんか感じ出てくるかなと思うんで。そうですね。とりあえず、村人を呼べる体制を整えましょうかね。で、製図台は1階と2階に1個ずつ置こうかなと思ってます。1階はね、簡単な地図で、2階はなんかちゃんとした地図をみたいな、そんなイメージで置いていきます。ベッドはチェストにしまっておきます。今出しちゃうとね、村人増えちゃうんで、ちょっとちゃんとお店として機能できるぐらいになってから、ベッドを置いて村人を増やしてですね、ここに移住していただこうかなと思っています。
はい、まあ外観は変わんないですけどね、こんな感じで、仕上げてみました。隣にね、ボート、船屋もあるんで、製塚さんがこう、地図を書きに旅に出るみたいな形ができるんかなと思ってます。で、この左側もね、ちょっとスペースあるんで、陸地を行くための馬小屋を作りたいなと思っています。で、このベンチのね、ちょっと横に出入り口みたいなのも作ったので、ここにね、馬小屋を早速作っていきましょう。はい、地面は今回藁で作っていきます。こう、馬小屋のイメージがね、こう、やっぱり地面が藁でこう敷き詰められてるっていうイメージなのでね、小麦を束ねた藁を敷き詰めていきますね。場所、そうですね、幅とかはちょっと適当に作っていきますが、まあ、後でね、狭かったらもうちょっと広げようかなと思ってます。とりあえず 5×6 ぐらいのサイズで、敷き詰めていきってしまおうかと思います。はい、敷き詰めたんですけどね、やっぱりなんか、これだけだとちょっと雰囲気出ないんで、周りをカシ抜きの原木でね、一回囲っていきたいと思います。はい、埋めてみました。で、柱もね、今回馬小屋なので、あまり太いものではなくて、柵で作っていきたいなと思います。で、動物が住むんでね、ちょっと風通しがいいように、あまり壁みたいなものは立てずに、こう、葉っぱでね、まあ、越えられないようにぐらいで、ちょっと作っていきましょうかね。はい、で、屋根は、平べったくするんでね、平べったい屋根といえば、焚き火ということで、焚き火で屋根を作っていきます。まあもう、さすがに3回目なんでね、養蜂所と、なので、サボテンでしたっけ？慣れてるはずなんですけどね。はい。はい、消火完了ということで、これで屋根も完成ですね。まあさすがに今回は燃えなかったですね。うん。やっぱり平べったい屋根は焚き火一択かなって感じですかね、今のところ。はい、これで、囲いの部分はできたかな。で、ランタンも、ちょっと明かり取りでランタンを置くんですけど、まあ、隣の建物のランタンもあるんでね、そんなにゴテゴテしないように。うん、こんなもんでいいですかね。そしたら、正面のゲートを作って、馬小屋完成ですかね。はい、ゲート周り作ってみました。ちょっと馬を連れてきて雰囲気見たいなと思うんで、大馬さんを連れてきたいなと思います。馬小屋の前はね、ちょっとカシの木で作ってるんですけど、ちょっとだけこう、土の道を作ってみました。馬はこうね、2マス使うんでね、2マスゲートじゃないといけないんですよね。はい、そしたらここら辺にちょっと藁を、もう少しだけね、藁積んで完成にしたいと思うんですけど、いや、ちょっと狭いかな。そうですね、ちょっと建物全部できてから、もしかしたら広げるかもしれないですね、ここ。はい、馬小屋も完成ですね。これでとりあえず、製塚の家はいいかなって感じですかね。あとはここですね。地図をちょっと引いていきたいなと思います。地図屋さんじゃないですけど、製塚さんがね、書いた地図をここに置いていきたいなと思うので、地図を埋めがてら集めていきたいと思います。
早速、そしたら、近場から埋めていきたいと思います。さすがにね、近場はそんなに水、目の前川ですけど、そこまで水があるわけじゃないんでね、馬で周りを回っていきたいと思います。はい。で、あれですね、まっさらな地図と空っぽの地図ってあるんですけど、そんなに幅が、今回行動範囲が広くないんでね、1枚だけまっさらな地図で、あとの5枚は空っぽの地図を作ってます。で、地図の境目越えたあたりでね、新しい地図を開いてあげると、その新しい場所の地図ができるようになるんでね、変なとこで開くと2枚同じのできちゃうんですけど、こんな感じで地図ができるんでね、残り4枚集めていきたいなと思います。はい、地図完成ですね。こうやって並べると、なかなかですね。まだまだ発展してないんで、ど真ん中にちょっと家があるぐらいですけど、ここをね、どんどん発展させていけたらなと思います。さすがに山の裏側はあまり発展しないと思うんですけどね、この手前側をもう少しね、建物増えてくると思うんで、職業ブロックまだまだ足りないんでね、そこをまた更新しながら地図が発展していくのは面白いかなと思います。そしたら今度広域ですね。壁にかけてある4枚の地図を作っていきます。で1枚はもう、4分の3の地図できてるんでね、残り3枚を4分の3の地図を埋めていきたいなと思います。で、この左上が今、拠点ですね。なので、左上の拠点を中心にね、3枚集めていきたいと思います。はい、国庫船長ですね。国庫船長がいるボードで大海原に行きたいなと思います。結構ね、この拠点離れると水が多いんでね、できるだけボートで行けるところを開いていきて、どんな感じかですかね。はい、村ですね。村ですね。教会もありますね。いや、教会の職業ブロックが実はネザーに行かないとできなくてですね、教会を探してたんですよね。なので、せっかくなんでね、職業ブロック拝借していこうかなと思います。無事、浄土台を拝借したのでね、早速次の場所に行きましょうかね。アカシアの木ですね。アカシアの木も今村にないんで、1、2本拝借していきましょうかね。海底神殿ですね。今はちょっと何もできないので、場所だけ覚えておきましょう。ナンパ線かな？これ横倒しになってるんですかね。さあ、お楽しみのチェストは、微妙ですね。壊れたネザーゲートありましたね。もう村のネザーゲートは壊しちゃったんでね。もう何にも、跡形もないんですけど、ネザーゲートにもチェストがあるんで、ちょっと見ていきましょうかね。やっぱり微妙ですね。あれは遺跡かな？なんか、珍しいですね。海にできた遺跡かなんかですかね。ここも、あれですね、場所を覚えといて、いずれちょっと見に行きたいですね。なんかあるのかもしれないですね、ここ。あれも神殿かな？二つ目ですね。結構近くにありましたね、もう一個。これあれですね、陸地から近い方を
開拓していきましょうかね。シーランタン手に入るんでね。はい、というわけで戻ってきました。4分の3の地図を3箇所分、きっかり作ってきたのでね、ちょっと並べてみて、どうかなって感じですかね。結構水辺が多くてですね、びっくりするぐらい地図開いたんですけど、こんな感じかな。で、このね、左側がね、水だらけなんですよ。もうほぼほぼ水。ボートだけでほぼほぼ地図が埋まってしまったって感じですね。これなんか合わないですね。ちっちゃいのかな？やっぱ右上がおかしいですね。こんな陸地がなかった気がするな。4分の4、4分の3、そうですね、今回ね、4分の4の地図も実は一緒に開いてたんで、4分の4の地図も持ってるんですよね。で、いずれはこの倍の広さの地図ができるかなと思うんですけど、これ4分の4ですね、多分。4分の3の地図どこだろう。あ、これか。これですね、4分の3。あ、こうですね。できましたね。ちょっと陸地の部分欠けてますけど、まあボートだけでほぼほぼ出来上がってしまったんで、とりあえずね、機械を見て、陸地の部分は埋めていきたいと思いますが、とりあえず広域の地図もこれで完成って感じですかね。いずれね、海底神殿とか、いろいろちょっと探索しに行きたいですけど。こんな感じでちょっと地図屋さんみたいな感じですかね。まあ、こうするともう、あれですかね、街の案内所みたいな感じになるんですかね。いいですね、ここに地図があって。そしたら、あれですかね、製図家さん、一応地図屋さんみたいな様相を持てしてるんでね、チェストの中に、作ってきた4分の4の地図をしまっておきましょうかね。これで、なんとなく、地図屋さんみたいな感じにもなったかなと思うんで、宝の地図とかもね、将来的にここに入れておいて、なんか貼れたら貼ってもいいかなって思ってます。はい、そしたら、これで完成かな？はい。地図屋さん、やっぱ案内所の方がしっくりきますね。街の案内所の完成ですかね。このね、前のところもね、ちょっと道引きたいんですけど、ここは次回かな。はい、こんな感じで、完成ですね。そしたら今回はこの辺でお別れしましょうかね。まだまだ、あれですね、職業ブロックあるんでね、次回以降も、建物建っていきたいなと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。